はいどうもこんにちは、のりしょうです。今回は僕が作るスプラトゥーンの教科書第1章、エイムとキャラコンの基礎設計について解説していきたいと思います。エイムとキャラコンはスプラトゥーンが上手くなるための一番最初の土台です。この章では、エイムの種類、エイムの動かしやすさという考え方、キャラクターコントロール、基本的な打ち方、この4つを紹介していきます。ここで解説する内容は、上級テクニックなどではなく、再現性が高く安定して強くなるための基礎設計となっています。初心者の人はもちろん、伸び悩んでる人にも重要な章になってきますので、ぜひ見てってください。まず、エイムにはいくつか種類があります。まずは1つ目、トラッキングエイムです。トラッキングエイムというのは敵を追い続けるエイムのことで、スプラトゥーンでは追いエイムでも呼ばれたりしています。こんな感じですね。次に、フリックエイム。フリックエイムというのは敵に瞬時にエイムを合わせることで、ピュッて、ピュッて、ピュッて合わせる。こんな感じのエイムですね。これがフリックです。滑らかな動きのトラッキングエイムと比べて、フリックは結構激しめのエイムですね。次に3つ目、予測エイム。予測エイムというのは、ロングブラスターでやるんですけど、敵の来る位置に弾を置くような感じですね。レティクルは合ってないけど、中撃が取れる感じですね。敵の動きを読んで弾を置くような、そういうイメージです。それが予測エイムになってます。基本的には最初に練習すべきなのはトラッキングエイムです。理由としては、再現性が高いこと。さっきのフリックエイムは激しめなので、運要素が高いというか、上振れ下振れっていうか、再現性が低いんですよね。それに比べてトラッキングエイムは滑らかな動きなので、再現性が高いです。この精度を上げていきましょう。フリックエイムはチャージャーやバケツなどで必要になる場面もありますが、武器がバケツとかだからフリックを練習するという考え方はあまりお勧めしません。トラッキングができるようになった上で、難しい場面でフリックが自然に出るのが理想的です。予測エイムについては経験則で結構大きく変わるため、後の章で詳しく解説します。ここからがこの章のエイムパートの本題です。まず、エイムの動かしやすさとは、それは再現性があって簡単に当て続けられるエイムのことです。空間には横の X 軸、縦の Y 軸、高さの Z 軸があります。このエイムが難しくなる原因っていうのは、この複数の軸を同時に動かさなければならないことが難しい原因になってきます。逆に言うと、一つの軸だけのエイムでできれば、最も簡単なエイムと言えます。次に、一軸エイムが作れる状況っていうのを失礼します。今、このように、アイスと同じ高さ、同じラインでいるとき、エイムはこの横方向だけになるんですよね。これは簡単なエイムです。皆さんもやってみれば、すぐ倒せるコツでしょう。この状態は、エイムの再現性が非常に高くて、簡単に当てられます。で、これは、試合でも活用できて、相手と平行な状態で戦えてる時ほど、このエイムは動かしやすくなってます。次に高さが違くても、横のところが一緒であれば、このようにエイムは簡単だと思います。これは、ちょっとフリックも変えてますが、簡単なエイムだと思います。このように、一軸だけでエイムを合わせられる状況にあると、エイムは動かしやすくなってきます。ここまでがエイム単体の話です。これを踏まえて次のキャラクターコントロールの話に行きましょう。次にキャラクターコントロールの話をします。キャラクターコントロールの最大の本質、目的は敵の弾を避けることにあります。具体的に言うと、相手から見た時に相手のエイムを動かしにくくすることです。ここでさっきのエイムの話を思い出してみてください。エイムは1軸だと簡単で、軸が増えるほど難しくなります。キャラクターコントロールをすることで、相手に2軸3軸といった上下左右、奥行きといったエイムを共有します。これがキャラクターコントロールです。相手のエイムを難しくするキャラコンの具体例として、障害物を使ったり、ジャンプしたり、イカロールを使ったり、スペシャルを使ったりします。これらを使うことで、相手は横、縦、奥行きの同時にエイムしなければならず、結果として、こちらのキャラコンをすることによって、被弾率を大きく下げることができます。ちょっとここで応用を入れていくんですが、先ほどエイムは1軸から2軸3軸に増えることでエイムは難しくなるって言ったんですが、それ以外にもエイムを難しくさせる要素があります。それは何か。
エイムの角度を増やすことです。エイムの角度ってどういうことって思うかもしれないんですが、プロコンを思いっきり右に曲げてみて、どんぐらい曲がりますか？これは人にもよると思うんですが、せいぜい、奥130度ぐらいだと思うんですよ。これ敵が180度回ってきたら、どうなると思います？当てづらいですよね。そうなんです。当てづらいんです。ここでは少しだけその応用の具体例として180度の視点移動させるキャラコンというか動きを紹介していきたいと思います。次に打ち方について説明します。もう本当に基礎的なシューターの打ち方について説明していきます。打ち方っていうのは種類があって、それぞれデメリット、メリットがあって、場面場面によって使い分けていきます。ここでは基礎になる打ち方を2つ紹介していきたいと思います。まずはフルオート打ち。フルオート打ちっていうのはZR を長押しするだけの打ち方なんですが、敵を最も早く倒せる打ち方で、敵と射程があったり、自分が黒ガロンとか持った時に相手がシャープマーカーとかボールドマーカーが来た時に一方的に倒せる状況だとフルオート打ちとか、フルオート打ちはどの打ち方よりもダメージ効率が高くて基礎となる打ち方です。次、刻み打ちですね。これも無意識でやってる方は多いと思うんですが、刻み打ちというのは少し打ってまた動いて少し打つという打ち方です。この刻み打ちの最大のメリットとしては、打ちながらキャラコンできることなんです。さっきのフルオート打ちは打ってる時って移動速度が低下するので敵から当てられやすいんですよね。でもこの刻み打ちはキャラコンしながら打てるので、相手から見ると非常にエイムを合わせづらい動きになってきます。基本的にはさっきの逆パターンですね。フルオート打ち、黒がシャープマーカーやボールドマーカーにフルオート打ちするとしたら、シャープマーカーとかボールドマーカーは相手から当てられにくいようにキャラコンしながら距離を詰めて打って隠れて打ってみたいなのを繰り返すイメージですね。まとめると、フルオート打ちは、一方的に打てる状況で一番キル速度が出るのでおすすめ。メリットとしてはキル速度が速い。デメリットとしては移動速度が遅いから打たれやすい。次に刻み打ちのメリットとしてはキャラコンしながら打てるので被弾しにくい。1対1の場面で勝ちやすい。デメリットとしてはちょっと敵を倒すのが遅れるので、相手の状況とか相手の方がカバー早いなとか思ったら難しいね。それじゃあ今回のスプラトゥーンの教科書第1章は終わりになります。まとめると、エイムの動かし方であったり、キャラクターコントロールであったり、いろいろ戦闘中のタイミングの基礎となる元を紹介しました。これからは第2章や第3章といった続きを出していく予定なので、できたら次も見ていってくれると嬉しいです。それじゃあまたよろしくでした。